では今日の必勝を始めていこうと思います。まずは大きな声の合図からお願いします。それでは皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、出席取ります。では今日漢字テスト10問になりません。今から6時まで3分間時間あったのでやっていきましょう。始めてください。どうぞ。もともと学校の先生になりたかったんですよ。学校の先生になりたくて、で自分がやってる中でも人に教える職業にすごく魅力を感じていて、で自分小学生中学生とこの塾にお世話になってたんですけど、その時に分からないが分かったになった時の感動とか、結局弓道で進学してきたんですけど、高校大学もその時にやりたいことがあるならそれに向かって進んだ方がいいんじゃないのって言ってくれたのは、その当時の自分の担任の先生だったんですよ、塾のね。そうやっぱそれがあって今の自分があるので、あの時の自分がそれがなかったら、その一言がその先生がなかったら、自分はこうやって弓道を結局続けてないし、高校大学って一応ね周りに助けられて成績が残せて楽しい学生弓道人生でしたけど、それもなかったと思うんですよね、多分。その一言で意味が分かる言葉の中にも、形が変えられるものと形が変わらないものの2種類がいるんですよ。で、形が変わるもののことをいわゆる用言。大丈夫だと思うよ。これなんかない？大丈夫。現役時代から飯のあれ変わってないですよ。そうこの間天皇杯があって、大越さんが優勝したじゃないですか。それを見て自分も自分の県でお世話になってる人も最高得点賞もらってたんで、今この2日ぐらいはずっとこれ見てですね、負けれない。社会人になって1、2年目はどうしても仕事も右左分かんないんで、結局弓もあんま引いてなかったんですけど、8月末に国体の関東ブロックが群馬でやったんですよ。それを見て大越さんとかみんな出てて、自分が大学生の時に有名だった人とかもちろんみんな出てた、そういうのを見ると、
変な負けん気ですよね。結局自分も出れば絶対当てられるし、自分もやっぱり10年以上やってきた競技なんで、やっぱやりたくなるですよね。企業のシステムの提案とか、ソフトウェアのライセンスの販売とか、そのあたりの提案が多いですね。やっぱりお客さん先とか行ってお客さんとそういう打ち合わせとかしながら、いろいろ喋ってる時が一番仕事してるなっていう気にはなりますね。なんか入ってから大星さんずっと見てましたみたいな、なんか法政大学入って大星さんみたいに活躍したいですみたいなことをおっしゃっていただけたりとかして、後輩からあ、そうだったんだみたいな、やってる側も結構必死でやってた側なんで。高校生の時に大越さんをずっと YouTube で見てて、普通の高校生だったらすげえかっけえいいな、ああいう風になりたいなってなると思うんですけど、僕はどうやったらこの人に勝てるんだろうかってずっと思ってたんですよ。どうやったら勝てるのかな、じゃあ違う学校に行くしかないな、じゃあ日大だな、日大に行ってあの人たちを1年目で潰そうっていうふうに思ってたんですよ。正直蓋開けてみたらもちろんね、個人戦はなかなか勝てないし、団体戦もねやっぱり差があるので、大学生の時に1対1で大越さんとやり合う機会はなくて、今もやっぱり憧れの的でもあるし、あと公式戦の記録も一緒なんですよ。リーグ戦の的中4年間の320試合310中。社会人で弓道を再開するってなった時に何か大きな目標を作りたいなと思ってて、天皇杯は実際は30代ぐらいで優勝できたらいいかったかなと思ってるんですけど、実際自分が前回のその天皇杯に出れるってなった時に、私今28ですけど、これで優勝したら一応その最年少みたいな、ちょっとそこは狙いつつというか。なんか僕の場合はその失敗しても的に入るっていうのがある意味僕の長所だと思うんですよ。多少その射が崩れてもなんていうんですかね、そのポイントは抑えているから的には矢が飛ぶみたいなのが昔から多分得意だったんですけど、そういう矢っていうのは外れなきゃいけないと思ってるんですよね。しっかり当たるべくして当たる射を出していかないといけないなって思ってるので。お世話になります。もちろんそりゃ負ける気はないですよ。勝つ気でいきますけどね、それはもちろんベストは尽くしますよね。その一般的な的は外さないので、本気の試合だと思って本番は臨みたいなと思います。やるからには勝たないと勝
勝たないといけないって言ったら失礼かもしれないですけど、勝ちたいなと思います。
大学人生最後のリーグ戦最終たち、まさにあの的でチームが4人全員開庁したんですよね。大学の時を思い出して弾きながら、がむしゃらになれたんですよね。今弾いててもう全然手の内も効かないし、離れも出ないし、回も浅いし、全然粘ることができない。その中でやっぱり1本拾わなきゃ、泥臭くなっても1本拾わなきゃいけない試合が大学ってあるんですよ。そのなんていうんですかね、泥臭さを思い出したのが、最後1本詰められた要因かなって思ってます。いや今日も竹を使ったんですけど、竹は結構調子が良くて、天皇杯とかもこれで出たんですけど、練習も含めて1回も抜いてないような矢が外れちゃったんで、その矢自体が、ちょっとショックですね。これは練習の一番最初に当たった矢ですけど、最後外れた矢がこのくぼんでるところですね。そうですね、ちょっとだけ甘かったのが矢に出ましたね。いや、未熟でした。やっぱりそのお二方とも、いくつになっても弓道に対しての知的探求心とか熱が冷めず、なんならより強くなっていくっていうのは誰にでもできることじゃないと思うので、本当尊敬していますし、いつか必ずこうしたいなと思うぐらいの目標